台湾料理ですね、スワンツァイパイローグオというお鍋があるんですね。ちょっとそれに近い味わいです。肉団子のすっぱ鍋というお鍋料理をご紹介していきたいと思います。椎茸を練り込むとやっぱり肉団子の角が上がりますよね。この肉団子とやっぱりガラスープの相性って僕すごい好きで、他の具材は白菜のみです。この肉団子と白菜のくったりしたやつをですね、スープすすりながら食べるというようなですかね。柔らかい酸味です。この酸味がこう肉と相まってうまいですね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは肉団子のすっぱ鍋という、簡単なお鍋料理をご紹介していきたいと思います。台湾料理ですね、スワンツァイパイローグオという、要は発酵白菜を使った、お鍋があるんですね。お酢を使って煮ていくのでちょっとそれに近い味わいです。早速作っていきましょう。材料説明ですね。まず肉団子です。豚ひき肉、玉ねぎ、しいたけ、卵、薄力粉、塩、黒胡椒で、他の具材は白菜のみです。この肉団子と白菜のくったりしたやつをですね、ベースのスープと一緒にスープすすりながら食べるというような鍋ですかね。で、スープ自体はお水、お酒、それから鶏ガラスープの素、ペースト状のものを今日は使ってます。それからお酢、生姜、赤唐辛子で、さらに塩ですね。はい、非常にシンプルですよね。じゃあまず肉ダネ作っていきますかね。でまずしいたけ、軸の硬い部分は落としてこれみじん切りしていきます。この鍋はね結構自分でもやりますね。スワンツァイパイローグオは結構台湾料理としてはメジャーで、専門店がありますね、向こう行くとね。日本でも食べれるところあると思いますけどね。台湾はですね、それこそ仕事で、3年連続ぐらい行ったかな。台湾って晩酌っていうこうなんていうの風習がないんですよ。はい、だから晩酌を教えるっていうグラス屋さんと一緒の企画で、それこそあれですよ、ロケで行ったうっさりの斉藤と一緒に行きましたね。はい、じゃあ玉ねぎをみじん切りしていきます。さあ卵です。でお塩で胡椒でつなぎの薄力ですね。でこれで練っていきます。でこの肉団子に本当は干し椎茸使うともっと椎茸臭が出て美味しいんですけど、今日は簡単に作る鍋ということなんで普通に椎茸使ってますけど、椎茸を練り込むとやっぱり肉団子の角が上がりますよね。肉団子の角が上がる。どうですか？もう楽しみです。ありがとうございます。はい、そしたら、お鍋にお水を入れて火をつけます。この間に白菜切っておきますかね。横にですね3、4センチ幅に生姜は綺麗であればもうね皮付きのまま栗原家はね生姜料理した時に生姜も一緒に食べる感じですね。こういう料理でも生姜一緒に入れたら僕食べちゃいますね普通に。じゃあ沸いてきたらここにお酒、それから、練りのガラスープですね。ペースト状のガラスープを入れて溶かしていきます。このペーストのガラスープってのは本当に優秀ですね。でペーストのガラスープがない場合はおそらく顆粒のガラスープをお持ちだと思うので、その場合は 1.5 倍ぐらい
量入れていただいた方がいいですね。で溶けたら生姜で赤唐辛子でお塩、お酢もここで入れてしまいます。結構量入るんで酸味、尖った酸味は飛ぶんですけど丸い酸味になるんですね。入れていきます。この後肉団子入れていきますね。で肉団子今日は8等分なんで、まず真ん中にこう線入れて、で縦に線入れて、でこの線と線の間にまた線入れていいですね。これでもねぴったり均等には絶対にならないですね。でこのように丸くして、このぐらいのサイズでいいんじゃないですかね。はい、沸いてきたら肉団子入れていきます。この肉団子とやっぱりガラスープの相性っていうのは僕すごい好きで、普通にひらっとした豚肉入れるよりもやっぱり旨味も中にねあるし、で十分満足感あるじゃないですか。豚ひき肉で 400g 入ってるんで。これから白菜入れていくんですけど、ちょっとまだ肉団子は少し柔らかいんですね。表面カチッと肉団子固めてから白菜入れていきます。っていうのはちょっと潰れちゃう可能性あるんですね。ちょっとアク出てきたらちょっとアク引きます。すごく神経質になる必要ないですけどね。そしたら白菜を入れていきます。ちょっとこう重ね気味にしてグリグリグリ、ちょっと押し込んでいく感じですね。この量全部入れていくので。で今白菜が全部入った状態ですね。これで蓋して5分煮ていきます。はい、もうグツグツに煮えてるんで、このまま強火でいくと吹きこぼれそうなんで、ちょっと中弱ぐらいにしてこの状態でクツクツ煮ていきます。じゃあ5分経ったんで、白菜くったりしてますよね。で今この部屋中に酸っぱい匂いが充満しております。さらに煮ていくとこのようにスープ白濁します。少しだけ。この状態が正解ですよね。完成です。肉団子、白菜、スープたくさん取って食べたら美味しいですね。スープをすすりながらこう肉団子ほぐして、そのスープにもう一回浸して食べるみたいな。いただきます。うまいですね。柔らかい酸味です。この酸味がこう肉と相まって何とも言えないうまさ。白菜もねとってもいい状態ですね。今ちょっとまだシャキッとした感じ残ってますけど、柔らかくして食べても美味しいですね。白菜この時期ね、1玉安いと買っちゃったりするじゃないですか。まだ白菜残ってるぞみたいな時にこのちょっと酸っぱ鍋やってもらえるといいんじゃないかなと思いますね。はい、ごちそうさまでした。